いよいよ待ちに待ったホワイトデー。何がもらえるかな、何がもらえるかな、楽しみ。ホワイトデーとはつまりバレンタインデーのお返しなわけか。ホワイトデーはバレンタインのお返しにお菓子をもらうだけの日じゃないんです。送った愛情にどれだけ応えてくれるか、相手の愛情の深さや脈、その他もろもろ詫びとサビを楽しむ古式ゆかしい行事なんです。もちろん送ってもらうものの値打ちでも愛情は測れますが、それだけで差をつけるのはつまらない。よりセンスのいいお返しは時には値段や価値では測れない場合もあります。そこら辺を楽しみながら相手の気持ちと自分の気持ちの温度を測ってより親密になって新しい恋の出会いを探すきっかけにするのがホワイトデーというものなんです。Do you okay? お姉様。そうか。それはなんとも味わい深い行事だな。ベルゼはゴーダ様のお返しがすっごい楽しみです。ベルギーにまでチョコの修行に行かれたそうですし、やっぱりお返しはホワイトチョコかしら。愛情なんかじゃなくてチョコの甘さでとろけさせて。キャー。アスモは天草様のお返しがすっごい楽しみです。あの方すっごいイケててセンスも良さそうだし、お菓子なんてお子様っぽいものじゃなくてアクセサリーとかコスメとかアロマとか。キャー、何をお返ししてくださるのか楽しみ。そんなにも浮かれるものかしらね。上級家具たるものがみっともない。マモンはサク太郎に送ったんだっけ？お返しとかやっぱりあるわけ？お返しというかなんというか、園児様たちとホワイトデーティーパーティーをやろうって約束になってまして、まあみんなでまったりお茶でもしようかと。なんかマモンが最近遠い人。98年組でいっつも仲良くしてる。羨ましい。姉妹愛だけじゃ足りないの？私、愛はいっぱいじゃないと我慢できないんです。ま、強欲なもんで。ベルフェはルドロフにチョコを送ったのよね。あいつからお返しとかあるの？お返しのつもりなのかどうかは知らんが、買い物をするから付き合いと言われた。何それ何それ。それでオーケーって言ったの？まあ中年男を解除して怠惰にさせるのも私の務めだと思う。ベルフェ不潔だ、ベルフェ不潔だ。いいもんいいもん、私もキリエとデートするもん。よかったわねベルフェ。随分とスリリングな一日になりそうよ。ルドルフを怠惰にさせるための一日だぞ。レビア姉でも邪魔立てするなら許さない。邪魔しないもん。キリエと一緒に嫉妬するだけだもん。ベルフェのデート、嫉妬に染まった4つの瞳でずーっと追い続けてあげるからね。
つもこいつも浮かれすぎだわ。煉獄の七姉妹ともあろうものが情けない。サタンはどうなの？カノンにチョコを送ったんじゃなかったっけ？まあ無理やり押し付けただけだしね。お返しが欲しくてあげたわけじゃないし。何よあんた、何しに来たのよ。バレンタインの時一方的にチョコを押し付けてきただろう。すごく迷惑だったが、だからといってお返しがないのも無礼だと思ったからな。義理のくせにこんなに高級なの買っちゃって、バカみたい。安心しろ。お嬢様へのお返しのついでに買っただけだ。わざわざお前の分だけを安くするために他の店に足を運ぶのが面倒だっただけだ。あっそう。これで借りは返したぞ。二度とあんな真似はするな。誰だ。いいよ、太もも姉ちゃん。バトラー、お前までホワイトデーだと言うの？お前おかしなこと言うやつだな。バレンタインに手作りチョコをくれたのはお前だろうが。そして俺も必ずお返しするからなーって約束したはずだぜ。俺は過去のことはいちいち覚えてない主義だが、さすがに一月前の約束を忘れるほど頭が空っぽのつもりはないぜ。お菓子じゃ子供っぽすぎるだろうし、かといってアクセサリーや化粧品じゃ好みもあるだろうしな。ほら、紅茶なら多少は好みが違ってもいけるだろ。紅茶は嫌いか？いや、別に嫌いってことは。そっか、ならよかったぜ。開けてみろよ。ぜひ香りを驚いてくれ。あれ、そんなのついてたかな？うわっ！なんだ？ベアトリーチェ様！バトラー！その紅茶はわらわのために買ったんじゃないのかよ。ねえ、なんでお前俺の買ったものがわかるんだよ。
だってバトラがわらわにホワイトデー何をくれるかなーってワクワクしちゃったから、そなたを一日ずーっとつけて回ってたわけだ。そしたらデパ地下なる素敵なところへ行きよって、なかなかお目が高い紅茶を選びよったものだから、日頃のわらわへの感謝の気持ちを込めて贈答用に綺麗な包装などしおるものだから、わらわへの贈り物だと思ってたのにこれはわらわではなく我が家具へのものだと申すか。ガルルやめてください、ベアトリーチェ様。髪を噛まないで。お前は自分の部下に何やってんだよ。みっともない。これはな、バレンタインにわざわざチョコを手作りして持ってきてくれたルシファーへのお返しなんだよ。じゃあわらわへのお返しは？お返しも何もお前からはチョコをもらってないぞ。だってほら、前回わらわも手作りチョコを渡したじゃん。ルシファーに作ってもらったチョコを自分の手作りだと嘘ついてな。返しただろ。ああ、そういえばそうだっけ。午後の紅茶にぴったりのお茶菓子はないかと思っていたら。うまかったろ。意味であった。お前脳みそもリス並みだな。というわけで、お前からチョコをもらってない以上、俺がお前にお返しをする義理はないわけだ。それはおかしい。受け取らなかったのはそなたの勝手であろうが。わらはちゃんとバレンタインしたもん。ホワイトデーにお返しもらえるもん。ホワイトデー、バトラから何がもらえるかなってずっと楽しみにしてたのに。ないもんはない。だだっこみたいにバタバタするのはみっともない。はい、ルシファー、これはお前のな。バレンタインの時はうまいチョコをありがとうな。いや、実はチョコは。てめえベアト、よくも俺の紅茶をわらわのもらえぬホワイトデーなら存在せずともよいわ。ざまを見よルシファー。さあおいでなさい、ペンドラゴンの記念兵シエスタ姉妹。おや珍しい。ダブルオーが召喚されてくるとはな。申し訳ありませんであります。410は本日
天海選抜狙撃手交流訓練に参加しております。代わりまして私めが参上いたしましたることをお許しくださいであります。天海選抜狙撃、それはいかような訓練なのか。はい。バレンタインデーに続きホワイトデーも天界では恋愛狙撃手が大忙しで手が足りなくなるのです。慣例で姉妹近衛隊から選抜狙撃手を応援に送ることになっております。知らなかったぞ。恋のキューピッドは人手不足とな。410は優秀な狙撃手でありますので、毎年多数のカップルを成立させると評判であります。シエスタ姉妹、今日は狙撃が多いぞ。失敗は許さぬ。狙撃準備だ。了解であります。45狙撃戦準備して、ライベアトリーチェ卿、標的は多いぞ多いぞ、とにかく多い。名付けてホワイトデー殲滅大作戦。天草様にもらったばっかりなのに、まだ中身も改めてないのに。大したもんじゃねえさ。また買えばいい。それよりあんたに傷がないことの方が今は喜ぶべきだぜ。天草様、素敵すぎる。失ったものなんて大したものじゃないさ。それより天草様、しっかり。ゴーダ様のベルギー修行のチョコレート、頬張ろうとしたら砕け散った。そんなバカな。王室秘伝のレシピのはず。どこでどう間違えたのか。ここだ。まだ未熟が過ぎるというのか。もう一回ベルギーへ修行に行ってきます。修行はいいから、もう一回作って。ご無事ですか、エンジェ様、サク太郎。知らなかったわ。ホットケーキって焼きすぎると爆発するの？さすが私、家庭科が1だったのはだけじゃないわ。いえ、ホットケーキは炭にはなっても爆発はしません。これはまさか。ウリュウ、なぜか僕だけは平気。ヘンジェ大丈夫？マモン大丈夫？サクタルだけ攻撃を免れるということ。同盟の誰かの攻撃？
夫か？どこの誰の仕業だ？悪いな姉ちゃん。どうやら俺の女と勘違いされちまったみてえだな。かばえてよかったぜ。私をかばってくれたのか。しかし今の狙撃はまさか。女をかばって倒れた男はチューすると蘇るんだけどな。その手にはもう引っかからんぞ。今手当てする。大丈夫？しっかり。傷は浅いわよ。危なかったです。でもお師匠様の身代わりになれたのはこの嫉妬のレミア悔いはないです。悔いなのに悔いはない？大げさよ。肩を貸してあげるわ。病院へ行きましょう。それよりお師匠様、早くあの浮気魔ルドルフに店長を。私はここから見守っていますから。ほら見てください。あいつエルフに。病院すぐに連れてくからね。ベッドが2つ空いてるといいんだけど。24×365×679032354357847598759875847598788。今のはシエスタ姉妹の狙撃。これはホワイトデーに浮かれかけた私への罰なのね。そうよ、カノンはただのライバルじゃない。あいつにしてはセンスがいいなんてちょっぴりでも思っちゃったものだから。自分が悔しい、許せない。しっかりなさい。私はベートリーチェ様にお仕えする上級家具、煉獄の7姉妹が1人、フンドのサタン。あいつの贈り物が壊されたって悔しくなんかないんだから。エンドレスナインバリアガキーン。あいつまた弾きました。人間じゃない。反魔法装甲を貫通できません。次なるご指示を大ビアトリーチェ卿。ってことはお前の差し金かベアト。どうやらやけになってホワイトデーをぶっ壊して回ってるみたいだな。いい加減にしやがれ。わらわだけもらえぬホワイトデーに何の意味があろうか。みんな邪魔してやるぞ。ざまを見よ。見よ、わらわの暗躍により打ち砕かれた無残なホワイトデーの数々を。
約1件クソ親父については自業自得だが、それを除けばひでえことをしやがれ、この極悪魔女め。わらわのホワイトデーをないがしろにした当然の報いだ。わらわを恐れよ、あがめよ。わらわの怒りは7日7月7年を超えて続こうぞ。これから毎年バレンタインデーとホワイトデーはわらわの名にかけてめちゃくちゃにしてくれるわ。どうだ、そろそろ謝りたくなっただろう。ベアト様ごめんなさい、ちゃんとホワイトデーの贈り物を用意しますって言ってみろよ。そしたら特別に許してやってもいいぜ。ただしルシファーに送ったものより安かったら許さねえけどな。アホ抜かせ。誰がお前みたいな嘘つきわがまま魔女の言いなりになるもんか。バレンタインもな、ホワイトデーもな、それぞれの気持ちと心の中から湧いてくる感情でできてるんだよ。それを貢ぎ物か何かと勘違いしてるやつには何も受け取る資格はねえんだ。ほう、わらわにはホワイトデーに貢ぎ物を受け取る資格がないと。ああ、ねえな。お前が何をしようとしまいと、これだけは宣言してやるよ。いや、俺が赤で宣言してやるぜ。俺は今後絶対にお前にホワイトデーに贈り物をしない。貴様のその覚悟、よく飲み込んでおくがよいぞ。わらわはバレンタインを憎む、ホワイトデーを憎む。世界中の間抜けどもよ、今日という日を忘れるな。ホワイトデーなど二度と訪れるものか。ホワイトデーなど消えてしまえ。はいはい。またこの子は心にもないことを瞬間湯沸かし器状態でめちゃくちゃにして自己嫌悪に陥ってるわけですね。おお、よしよし。やれやれ。先月のバレンタインの話がよもやまだ続いておりましたとは。そもそもはといえばロナウェが悪い。そなたがチョコを作ったからわらわは嘘つき呼ばわりされたのだぞ。はて、それは心外な。私めはお嬢様のご命令に従い最高のチョコをご用意したに過ぎませんが、美味しかったでしょう。カルチェラタンの香りによく合う美味しさだったでしょう。うん、美味しかった。カリカリコリコリいけてしまった。では私めのせいではありませんな。一方的にお嬢様が悪いかと。そうですよ。どうしてロノウェのせいになるのですか。じゃあルシファーが悪い。
あいつがロノウェのチョコを自分の手作りだと言ってバトラに渡したから、わらわが嘘つき呼ばわりされた。手作りと偽ったのはお嬢様も一緒ではありませんか。ルシファーは悪くありません。あなたのために普段から一生懸命尽くしてくれる家具ですよ。粗末にしたら怒ります。ええ、本気でです。じゃあロノウェも悪くなくてルシファーも悪くないならバトラが悪い？この子は全く。いいですか？そもそもはバトラ君の言う通り、あなたがホワイトデーを貢ぎ物をもらえる日などと勘違いしているからいけないのです。たとえ義理チョコなれば男女の甘酸っぱさを楽しもうという風雅な気持ちがなくてはなりません。バレンタインにチョコを押し付ければホワイトデーに返礼を強要できるという考え方はエレガントとは申せませんな。正直におっしゃいなさいな。本当は寂しかったんでしょ？わらわもホワイトデーに贈り物が欲しかった。なのに七姉妹たちばっかりずるいずるい。ルシファーはバトラから紅茶もらえたのにわらわには何もないなんて。これからも未来永劫何もないなんて。やだ、つまんない。そんなのやだよ。良いですか、ベアトリーチェ。もしもバトラ君からホワイトデーにお返しが欲しかったなら、バレンタインデーにバトラ君に心のこもったチョコを贈るべきでした。下手くそでも構わない。それでも作るのが無理ならばお店に行ってどれがふさわしいか真剣に悩むのもいい。とにかく彼に喜んでもらおうという気持ちが必要だったのです。そしたらバトラはわらわにもホワイトでお返しをくれる？あなたの気持ちがちゃんと伝わればですよ。手作りチョコも私のようなプロフェッショナルにふさわしいレシピからかっこ笑いがついちゃうような超スイーツのお嬢様でもそこそこ格好がつくぬるぬるビギナーレシピまでいろいろございます。チョコに心を込めるのは難しいことではありませんよ。来年のバレンタインにわらわが手作りチョコを作ればバトラも機嫌を直してくれる？来年まで待つの？来年までバトラわらわをあんな冷たい目で見てるの？そんなのやだよ。ではベアトリーチェ、こうしましょう。私の持つ最大の秘術で時間をバレンタインの前日に戻してあげましょう。そんなすごい魔法あるのか？時間逆行ですか。まさかそのような大秘術をマダムがお使いになれたとは。いえいえ、マダムだからこそでしょう。あなたには今なお驚かされ続けます。
生涯において何度も使える術ではありません。それを使うのです。この機会をおろそかにしてはなりませんよ。分かっている。あなたはこれより時間を遡りますが、時の激流に常に逆らい続けるのです。あなたにわずかほどの油断があれば、すぐにでも術は解けてしまいますからね。気をつけるのですよ。分かった。油断しない。秘術は私が使いますが、それを維持する魔力は過去の世界に存在するあなただけで賄わなければなりません。つまりあなたにも大秘術に等しいだけの集中が必要だということです。分かっている。してその集中というのは？疑わないことです。そこが過去の世界であることを疑えば、たちまちのうちに術は解けてしまいますよ。魔法の基本です。信ずる心なくしていかなる魔法の成就もありえない。分かった。それではベアトリーチェ、いってらっしゃい。バレンタインデーの前日へ。今度は真面目に、そして素直になるんですよ。しかし時間逆行とはなかなか面倒な秘術をお使いになりますね。ええ、とても面倒な秘術です。この秘術は術者一人ではとても扱いきれません。分かっております。ささやかながら尽力いたしますよ。関係者全員に今日はバレンタインデー前日だと言い含めるように、カレンダーや新聞、テレビにも注意ですよ。ええ、心得ております。まだお任せを。あなたたちも聞いていましたね。はい、先代様。わらわが本気を出すからにはこんな簡単なものではダメだ。わらわはやればできる子というところを見せてやろうぞ。何しろロノウェに作れたのだ。そのロノウェを刺激するわらわにできない論法があろうか。わらわを本気にさせたこと、皆後悔するとよいぞ。こんなにも苦労して作ってるんだから、わらわの気持ちはたっぷりだよな。こんなチョコを受け取ってしまったら、バトラめ、ホワイトデーのお返しは大変なことになってしまうぞ。
あら、すっごいいい匂い。ベアトがお菓子作りに挑戦するなんてね。いよいよハルマゲドンも近いのかしら。その声はガープか。おかしなタイミングで遊びに来ちゃったかしら。忙しかった？構わぬぞ。良い試食の生贄がやってきた。チョコ作りの過程でどうやったら厨房がこうも荒れ果てるかを説明してくれたら考えるわ。ねえベアト、あなたどうしてチョコなんか作ってるの？もちろんバレンタインデーのためであろうが、明日のバレンタインに備えてだな。今日ホワイトデーよ。ごめんなさい。余計なこと言っちゃったかしら。忙しいよね。私、今日はこれで失礼するわ。またね。これが本当のバレンタインの前日だったらな。どうして今日は3月の14日なの？このカレンダーの通り、本当に今日が2月13日だったらな。2月13日じゃねえんなら、今日は一体何月何日なんだよ。トラ。チョコっぽいようなそうでないようなおかしな匂いがするからと来てみれば、まったくおかしなものを見ちまったぜ。まっさかベアトともあろう魔女が海外しく明日に備えてチョコを手作りしてるなんてな。誰にあげるつもりだかよ。ま、それが俺じゃねえことを祈るぜ。そう。
そうだよな。そうだ、よくわかったな。明日のバレンタインのためにわらわはチョコを作っているのだ。わらわの手作りチョコなど送られたら、きっとそいつは驚くぞ。そりゃ驚くだろうぜ。中に何が入ってるやらおっかなくて食えたもんじゃないだろうぜ。しっけえな。これは正真正銘普通のバレンタインチョコである。世の男どもが年にたった一度労せず女からチョコをもらえる奇怪な祭りの日ではないか。その祭りにわらわも混ぜてもらおうと思ってな。こんな時ばかり女の子っぽい真似を始めやがって。こんなチョコ受け取っちまったら、その男ホワイトデーにお返ししてくれちゃうかな。するだろきっとな。そいつ赤き真実でホワイトデーにはお返ししないって言ったぜ。だからお返しはできねえだろうな。いや、できるだろ。どうやって？そいつは青き真実で語るぜ。つまりはこういうことだろ。明日なんだろバレンタイン。じゃあお返しがあるならその1ヶ月後だな。しかしどういうわけかその1ヶ月後がホワイトデーでない日だったら、お前のチョコにそいつは赤の矛盾なくお返しができるって寸法になるな。相変わらずのへりくつ男め。お前と長々とおしゃべりをしていたから見ろ。テンパリングがまた失敗だ。また湯煎からやり直しだ。お前も手伝え。わらわはもう手首がクタクタだぞ。威張るなよ。俺に手伝えってんだろ。今日だけはちょいと付き合ってやるぜ。どうした？急に顔を真っ赤にして。何かドジったか俺。なんでもない。ほら、キリキリ茹でろ、キリキリ溶かせ。もう面倒だ。お前にチョコを塗りたくってオーブンに放り込んでしまおうか。